僕は本当に15歳からずっと憧れてる人なので、まだ声変わりしてなかったですもん。背も僕より低かったんで、僕なんか後ろ立ったら完全に隠れますからねぐらい。今我々が見放せば日本で初めて新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船での実話をもとに描かれた映画「フロントライン」。救急医療学科の大学生を対象に行われた特別試写会に小栗旬さんと窪塚洋介さんがサプライズで出席。会場からは歓声が沸き起こりました。もうさっきあそこで出てきたやばえぐやばえぐって言われたので、どうもありがとうございます。語彙力諦めないっていうことはすごくテーマとして、自分の中で大切にして作っていきました。はい。ちょっとまた話が脱線するんだけど、頑張ってくださいって言うとねあれなんで、一緒に頑張りましょう。なんかさっきから脱線するたびにいいことばっかり言ってるよね。未知のウイルスに最前線で立ち向かう医療チーム。この作品で小栗さんと窪塚さんは久しぶりの本格共演となりました。俳優界のフロントラインで活躍されるお二人にお話を伺います。彼はそうですけどいやいや、お二人ですよ。お二人とも今回久々に共演されて一緒にお仕事した感想どうでしたか？僕は本当に15歳からずっと憧れてる人なので、まだ声変わりしてなかったですもん。背も僕より低かったんで、本当にそんな当時からもう僕の憧れのお兄ちゃんといつか一緒にお仕事させてもらいたい、肩を並べたいみたいな気持ちでいた中で、今回こうやって共演させてもらって本当に感無量っていう感じですし、ただ思った以上に共演作なんですけど共演シーンは少ない。そうですよね。でもやっぱりエモかったですね。エモい。僕も。で今旬は肩を並べてっていうことを言ってくれたんですけど、気がついたらねもう肩並べるどころかもう抜かれちゃってるし僕なんか後ろ立ったら完全に隠れますからねぐらい。醸し出してる空気感だったりとか貫禄であったりとか、最初におっしゃったようにフロントラインで役者をこうやってくるとこうなるんだなと思って、嬉しい半分ジェラシーみたいなねちょっとそういう感じでしたね。いや嬉しいです。はい。もうやっぱりそれでもずっとね僕はこう追い続けてる背中ではあるので、はい。普段からよく結構連絡とかは取り合う仲なんですか？ゴルフはたまに行くね。そうですね。でも結構予定が立てれないタイプの人間なんで、はい、僕は結構1ヶ月先2ヶ月先とかの予定立てれるんですけど、旬は明日どうかなとか今日どうかなみたいな感じなんで、おそらく予定空いてると思うんですけど返事してこないんであれ返事が遅い方です。既読スルーももう日常ですしなんか僕からするとすごい早くから予定聞いてくるなっていう感じいや普通だけどあるんですけどそうですよね。でなんか現場がみたいなことを言うんですけど、同業者なんで、大体嘘だと分かるじゃないですか。意外となんかここからこの時期撮影ですって言われたらもうその時期は僕の中では予定を立てないみたいなイメージだったりするので、この予定の最中にこれみたいなのができないんですよね。今日は俳優界のフロントラインで活躍されるお二人にお話を伺います。彼はそうですけどいやいや、お二人ですよ。お二人ともよろしくお願いいたします。お願いします。今回こうやって共演させてもらって本当に感無量っていう感じですし、ただ思った以上に共演作なんですけど共演シーンは少ない。そうですよね。ちょっとそれがねそうね、テレビ電話をショねックではあったね。作品上はものすごく共演してるんですけど、実際現場では3日ぐらいしか会ってないんで。そうですね、本当はもっとこう直接そうです。演技をもうちょっとこう会話したかったんですけど、基本的に電話かモニターで会話だったんで、オファーをこの20年幾度となくというと大げさですけど、くれてたんですけど、なかなか一緒にできるタイミングがなくて、で今回初めてというかねこう着地して、やっぱり自分がこの作品しかもこういう役でっていうのでそばにいたり芝居を一緒にできるキャラクターの時に自分の中でこうイメージとしてこれ陽介君がやったらきっと面白くなるよなって思うような時何度かお声掛けさせてもらったんですよね。そのためにもう直接自分で電話してちょっとこういう企画があるんですけどどうですかみたいな
話をしていたんですけど、本当に今回まではなかなかうまくタイミングが合わずという感じだったんですけど、今回は本当にとにかくそれが同じようにとにかくいつもチャレンジしてみるだけはしてみようと思っていたので、今回でも一緒にやれるようになってよかったです。で今俊は肩を並べてっていうことを言ってくれたんですけど、気がついたらねもう肩並べるどころかもう抜かれちゃってるし僕なんか後ろ立ったら完全に隠れますからねこれ。もうね LA だっけ久々にさ、十何年ぶりに LA で会った時、もうでかすぎちゃってでそんな印象なかったんで、割とね俺より背が低くて華奢な俊だったから、アメリカなのにこうやって入ってきたんですよ。もうハルクかなとでかってそこまでじゃないからびっくりしてたね。でもびっくりしたよ。お前こんなでかかったっけど、大丈夫かって痩せちゃって大丈夫かの逆だったんででかくなりすぎてでかってなって。そんな仲のいいお二人ですけど、お互いもどんなスタイルの役者だと思いますか？なんだろう、でも皆さんいろんなところで陽介くんのことをちょっとこうある感覚派だったり天才派だみたいな感じで思われてる方たちもいると思うんですけど、陽介くんやっぱりものすごく努力をされてる方ですし、それでいて結構自分からすると昔からものすごい頭の切れる人だなというイメージはあって、そういう意味で言うとみんなが見ててこの人はきっと感覚だったりこう天才肌なんだろうなっていうことはもしかしたら少し逆のタイプの俳優さんが本当の陽介くんだよなと自分は思ってます。窪塚さんが見て小栗さんはどうですか？俊はなんだろうな、型を持ってないというか、なんていうか、自然体だし、でももちろんきちんとそのセリフ入れて、でそれを自分らしくイコール役らしく芝居してるなと思ったし、でも久しぶりにね、本当に芝居したんで一緒に、本当に芝居する、まだ俺高校生だったんで、一緒に芝居した時、いや本当になんていうかね、撮影の後のサーフィンとかね、夜遊びの方がメインになっちゃってたもんね。あれから20数年経ってこうやってね、それぞれ成長して会えて、さっきも言いましたけどエモかったです。エモいですね。語彙力。じゃあお互いにも学ぶところも多いですか？そうですね、やっぱりその数年経ってみてもちろんお互いいろんなところでお仕事してきてますけど、やっぱりどういうふうに現場にいるんだろうなとかっていうのはやっぱり気になるので、見てると現場盛り上げるのすごく上手ですし、陽介君があとはやっぱりすごい全てのスタッフとちゃんと真摯に向き合っている姿とかを見ると、なんか、やっぱりこの人はこういう人だよなと思って見たりするっていうか。俊は本当ドーンとして、こう座長なんでね、座長らしい座長もうドーンといるっていうことができる、それ別にね何もせずにいりゃいいっていうわけじゃないから、醸す空気感だったりとかっていうものを備えて、ここまで来たんだなっていう感じがして、なんていうか嬉しいのとジェラシー。嬉しいのとジェラシー。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖華でした。どうも。